こんにちは、コスプレイヤーのスカイリです。ブラザーさんの世界コスプレサミット協賛企画、コスプレイヤーブラザー製品レビュー刺繍ミシン編やっていきたいと思います。今回はこちらのブラザーさんの刺繍ミシンを使っていろいろと制作をしていきたいと思います。はい、じゃあまず刺繍のねデータを用意していこうと思います。刺繍プロ開いて、今回作るのは世界コスプレサミットの公式キャラクター、学園プロジェクトのキャラクターたちが身につけている制服にですねついている交渉を作っていきたいと思います。でこういうふうに開いたら背景抽出そして大体のデザインを開きます。原画の調整、デザインがですねよりはっきりするように少し輪郭だったりとかをいじっていきます。そしたらもうねこうやってポンと簡単に刺繍データができましたね。こちらをですねちょっとデザイン調整していきます。ちょっと文字の部分とかは画像抽出させるよりもデフォルトのですね設定されている文字ツールとかで付け直した方が綺麗に作れたりするので、ちょっとデザイン手直ししていきます。はい、というわけで手直しが完了しました。さっき文字の部分だけって言ってたんですが、星のところもですねテンプレートにこの図形のところから選べるので、今回星の部分をですね入れてみました。でこれ一回ですね全部選択をして、ここですね、ここに縫い順最適化っていうのがあるので、もうこれポチッと押すだけでアプリの方でですね自動的に縫い順を整えてくれるのですごい便利です。これだけで、とりあえず刺繍データっていうのは完成したんですけども、今回ワッペンとして使いたいので、そのワッペンにするためにちょっとだけねいじっていきます。ここワッペンウィザードっていうところ開きます。でここで縁取りですね、幅ですね、何ミリにするかどうですかね。刺繍ワッペンとかだと僕結構イメージ 2.5 だったりとか3ミリぐらいの幅かなと思います。でワッペンですね、糸密度っていうところをどれぐらいにするかっていう、今回小さいワッペンなので今回のデフォルトでこれですねポチッと押すとこうやってもう縁取りのラインっていうのがですねアプリが自動的に選出しますので、こちらでデータの作成が完了です。はい、じゃあ今できた刺繍のですねデータを USB の方に移していきます。はい、じゃあ保存ができたのでこの USB ですね刺繍ミシンに挿していこうと思います。はい、じゃあこちらですね USB こちらの方の USB ポートに挿していきます。はい、こちらですね刺繍ミシンのパネルのところがタッチパネルになっているので、直接操作していきます。じゃあ今回ですね USB 接続しているのでこちらの方を呼び出して、そうしたらもうこういうふうにデータが出てくるのでデータを選択します。でデータを選択したらセットですね押すと、もうこういうふうに先ほど制作した刺繍データがミシンの方に取り込まれている状態になります。そしたらですねこちらの刺繍枠の方に今回ですね使いたい黒の生地でワッペン作りたいなって思ってるので、そちらの方セットしていきたいと思います。生地は外枠より大きいぐらいでちょっと切り抜いたものをちょっと用意していただいて、こちらですね接着芯、刺繍用の接着芯があるのでなるべくそちらの方を使ってもらうといいと思います。刺繍用のものって刺繍した後にいらない部分をですね手でパリッと剥がれやすくて、刺繍した周りの部分だけをきれいに切り抜く、剥がし取ることができるので、こういうちょっと刺繍用の接着芯を使うことをおすすめします。こちら刺繍枠にセットしていきます。そのですねセットするときにちょっと先に気をつけて、注意しておいてほしいのがこちらの枠のところにですねこの矢印のマークがついてるんですけども、こちらがですね刺繍の中枠の方にもう矢印があるので、そこの位置だけ合うようにセットできるようにちょっと考えておきましょう。でこちらですね大枠のところにセットして中枠をセットしていきます。中枠ですねセットするときにこれ気をつけなきゃいけないのが、中がパンとですね張った状態になるように中枠セットしていきましょう。こんな感じですね。もう叩いたらパンパンってなるぐらいしっかり貼ってあげていいかなと思います。
はい、じゃあセットをしていきましょう。まず糸セットしていきたいと思います。普通にですね、こちらの方に刺していただいて、ここにですね、ブラザーさんのミシンとかちゃんと1、2、3ってその流れが書いてあるので、この流れに沿って入れていきます。かけます。で、ここに糸切る場所があるんで、ここを引っ掛けて切っていただいたら、ここですね、横にこのレバーをですね、ガシャンと押さえてあげます。でそうするとこんな感じでもうワンタッチで糸を通すことができるので、結構ミシンのこの針通すの苦手って人とかね、ぜひぜひこのブラザーさんミシン使ってみていただくのはいかがでしょうか。下糸もちゃんと向きがあるので、向きに沿ってですねセットしていきます。でこれも本当すごいびっくりしたのが、ここに糸切りがあるんですよね。なんでここ引っ掛けたら綺麗に収納することができます。はい、じゃあミシンですね、糸の方セット終わったので、枠の方セットをしていきます。はい、溝に沿って枠を入れて、ここロックするだけ。もうめっちゃ簡単ですね。で今回ですね、ここにミシンのですね設定のところで、この刺繍する位置真ん中にしたいときですね、ここの真ん中ポッて押したらもう真ん中にセットされる、こちらの方で完了します。でこちら刺繍ってボタンを押していただいて、あとはですねこちらの押さえを落とします。そしたら今こちらですね、見えましたかね、スタートストップのところが赤でロックされてたんですけど青に変わったので、あとはここをですねポチッと押すだけで刺繍が始まります。今回ですね、この刺繍のデータ全部終わるまでにどれぐらいの時間がかかるかというところと、あとどの糸をですねどのタイミングで変えるかっていうのが指示がちゃんと入っているので、これ通りですねやっていけば大丈夫です。じゃあ糸をですね、開始の指示が出ているので糸を変更していきたいと思います。今回ですね、縁取りの部分はそのワッペンですね、黒地の生地に黒で縁取りしていきたいと思うので、この黒の糸に変えていきたいと思います。はい、そしたらですね、こちらの糸を回収して、はい、じゃあ黒の糸セットをしていきます。これもね、さっきと同じように数字の順番ですね。はい、完了です。もう糸かいもめちゃくちゃスムーズにやれますよね。はい、でもあとはですね、蓋閉めて押さえ落とします。あともうスタートですね。あとはもうこれでですね、今回の糸は4分ぐらいなので4分待つだけです。はい、じゃあ縫い終わりましたので、ロックを外して枠を外していきます。こんな感じです。そしたらですね、こちらワッペンのこの縁取りの部分をカットして綺麗にワッペン仕上げていきたいと思います。今回ですね、綺麗なワッペン風にしたいので、ここのですね糸目の近くまでギリギリまでカットしていきたいと思います。間違って刺繍のね糸を切らないようにだけ注意してください。はい、完成しましたね。こんな感じです。すごいこうやってね、もう服とかに貼り付けたりもう縫い付けたりしたらどうですか、なんかすごいめちゃくちゃ既製品っぽい。でもこんな感じで刺繍ミシンでもうほんとさっきのでも15分ぐらいで終わるんですけども、簡単に刺繍、ワッペンとか作れるので、いろいろとですね、デザインとか工夫していけばこういうちょっと交渉みたいなもの以外でもいろいろ作れてますので、ちょっとそちらも紹介していきましょう。こんな感じでですね、デザインとかちょっとこれ僕が趣味でですね、その自分のコスプレ用に作った作例にはなるんですけども、こんな感じでですね、すごいちょっとゴージャスなベルベット地みたいなっていうものに刺繍してみるとこんな感じとかですね、あと本革とかに刺繍すると、ちょっとこれカメラだと見えますかね、こんな感じでですね、ちょっと光沢感のある革にですね、こんな感じで黒のマットな
字で刺繍してみた感じとか、あとこういうふうにですね色変えっていうのがすごい簡単にできるので、これだと6色7色ぐらい7色ぐらいですねとかで、こういうふうな形でワッペンとかすごい簡単にできちゃいます。ちょっと文字の方とかもどうやって作るのかなみたいなっていうのもすっごい簡単なんで紹介していこうと思います。じゃあですね、文字を入れる方法サクッと説明していきたいと思います。これですね、さっきここ文字のフォントとかをここですねいじったら選べるんですよ。愛ですね、愛の漢字選択したら、ここに糸巻きみたいなですねアイコンがあるので、ここをクリックします。そうするとですね色を選択できるので、まず金刺繍かな。ラだけちょっと色変えてみましょう。ラは赤とかでいいですかね。赤にしますね。はい、赤。じゃあこれで刺繍ですねしていきたいと思いますので、またこれを保存します。はい、じゃあ刺繍枠セットしたのでやっていこうと思います。で先ほどとですね同じように USB からここに刺繍のデータを入れてるので編集終了で、真ん中に位置合わせして今回ですね黄色赤黄色青みたいな形で順番が出ているので、全部で19分ですねで終わるので、これの指示に合わせて色のと入れていきましょう。さっきと同じようにささーっと。はい、1文字目が終わったので書いていきます。どうしようかな。赤も2種類ですね。ボルドーとか、今回はがっつり綺麗な赤を使っていきます。ちょっと細かい糸をトリミングしていきますね。はい、こんな感じで綺麗にできました。刺繍用のねこういう接着芯だと剥がすのがほんと簡単なんですよ。こんな感じでペリペリって剥がせるので、必要ないところをねもう簡単に取り除けるので、やっぱりこういう接着芯使ってるとちょっとシルエットが変わっちゃったりするからですね、ほんといらないところをこういう風に綺麗に取り除けるので、そういうところがちゃんとした刺繍用の接着芯を使う時におすすめのポイントなのかなと思ってます。なんか背中だったりとかね、なんか袖の部分とかにこういう風につくとかっこいいですよね。はい、いかがだったでしょうか。今回ですね、こういう刺繍ミシンとカッティングマシンと2種類を使って、こんな感じでですね、同じデザインのものっていうのを作ってみたんですけども、やっぱりなんかカッティングマシンで作ると、そういう素材にナチュラルに馴染むような模様っていうですね、すぐ作ることができるのがすごい得意なのかなっていう感じもします。また逆に刺繍ミシンだとこういうふうにですね、立体的にものを作れるので、しっかり見せたいものとかですね、キャラクターの核になるような、エスカッションだったりとかワッペンだったりとかみたいなっていうものを表現する時とかにこういう刺繍パーツとかを作って、合わせてみるのもすごいいいのかなと思います。なのでねそういう用途だったりとか自分が作りたい衣装だったりとかキャラクターの雰囲気、またはその使うファブリック布の生地の素材とかですね、そういうところに合わせてうまく使い分けてみるといいのかなっていうふうに思いますので、ぜひぜひですね気になる方とかはお近くの手芸屋さんとかですね置いてあったりすると思うので、そちらの方で見てみるのはいかがでしょうか。
今回ですね、僕がカッティングマシンとこの刺繍ミシンでいろいろと趣味のですね、もう自分のコスプレ用だったりとかっていうんでいろいろ作例作ってみたものっていうのが、世界コスプレサミット2022 20th アニバーサリーですね、オアシス21の方にブラザーさんのブースご出展される予定なんですね。そちらの方でも見ていただくことできますので、ぜひぜひ会場足を運んでいただいて見ていただければなというふうに思います。今回ですね、紹介した以外にもいろいろ作例ございますので、そちらの方をですね展示させていただければと思っていますので、よろしくお願いいたします。